建築歴史保護地区ネセバル市。黒海に突き出たこの半島都市は近代的な顔も併せ持つ古代からの都市です。世界的価値のあるユネスコ世界遺産であるネセバル市には、多くの時代や文明が残してきたさまざまな文化が幾重にも重なり合っています。紀元前1000年頃、ここに初めて定住したトラキア人はこの地にメサンブリアという名を付けました。紀元前4世紀にはギリシャ人が住み、400年後にローマ人がその後を継ぎました。2つの港はメサンブリアを重要な商業都市にしました。古代を通じてこの都市は黒海やエーゲ海の都市国家、そして地中海の全域と盛んに交流をしていました。市立博物館にはこの時代の経済的精神的生活の豊かさを物語る多くのものが展示されています。第1ホールではトラキア王を褒めたたえる文章を見ることができます。隣のホールではギリシャからの影響を紹介していますが、支配者を褒めたたえる文章、メサンブリアの行政について記録した碑文、崇拝の対象となった彫刻など、メサンブリア市民の豊かな宗教生活を物語るものが展示されています。ローマ人の到来でますます発展することになったこの都市は、引き続き商業、硬貨の鋳造、各種産業の育成に力を注ぎました。ローマ帝国の東西分裂もまたメサンブリアの役割をさらに大きくしました。コンスタンティノープルとの関係が強化され、堅固な要塞やバジリカ教会が建設されました。大理石の柱や柱塔などがこの時代の建物の主な装飾でした。トラキア、ギリシャ、ローマの諸文明を融合させたこの古代文明こそがネセバル市を考古学上の真の宝庫にしているのです。中世にメサンブリアと呼ばれるようになったこの都市は、ブルガリア王国とビザンチン帝国との間の絶え間ない奪い合いの対象となりました。中世が残した教会はこの都市が東方正教会の重要な中心地であったことを示しています。工芸には磨きがかかり、彫刻家、画家、陶芸家などが素晴らしい作品を数多く残しました。古代の美しさにローマの豪華さやキリスト教の精神が加わったのです。教会の数は40にも増え、現在でもそのうち26が残っています。博物館の第4展示室にはイコンのコレクションがあります。聖母、全能の神キリスト、キリスト降誕はイコノスタス美術の最高傑作です。この司教石やイコノスタスの中央扉などを見ると、キリスト教が決して贅沢さと無関係ではなかったことがわかります。ネセバルの旧市街の中央広場には神楼を3つ持つバジリカ教会の跡が残っています。聖ソフィア教会です。この教会は6世紀、ネセバル司教の屋敷の敷地内にありました。当時彩色も施され、壁画も描かれていた通称旧司教教会は、考古学的な遺跡として人気のある撮影スポットです。しかし、聖ステファン教会の壁画は見事に残っています。11世紀から13世紀の間に建てられた教会は新司教教会と呼ばれています。内部は聖母の生涯を描く場面が多く描かれています。中世後期に入ると、教会建築に新たな特徴が現れてきます。第二ブルガリア王国のこの時代に、ブルガリア全国がベリコ・タルノボ派の強い影響を受けました。全能の神キリスト教会、聖ヨハネ・アリトルゲトス教会はこの時代の遺産です。15世紀にオスマントルコの支配下に入ったこの都市は、またも姿を変えました。この時代を代表するオリエント様式のものとして、旧司教教会の隣にある水飲み場が挙げられます。しかし、現在多数の訪問者を魅了するネセバル市は、ブルガリアの民族復興期にその姿を完成させました。18世紀、ブルガリアの経済的文化的生活が新たな全盛期を迎えます。断脈輪にもわたって蓄積されてきた冒険家精神や伝統が実を結び、住宅建築におけるネセバル様式と呼ばれるものを生み出しました。その自然さは美しく、細部や内部装飾に細心の注意が払われていました。
現在世界中から訪れる人々はネセバルに魅了され、歴史文化ツーリズムの楽しさを再発見しています。各時代が残してきた文化遺産が決め手となり、ネセバルの旧市街はユネスコ世界遺産に登録されました。